皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さんは何かに挑戦したいと思っているけど、怖くてできなかったことがありますか？失敗したらどうしよう。うまくいかなかったら恥ずかしい。そんな気持ちがあって、ずっと始められなかったことがありますか？実は昔、私はそんな経験がありました。今日はその話をしようと思います。私は学生の時、中国に1年間留学したことがあります。小さい時からずっと留学に行きたいという気持ちはあったんですが、ずっと一人で海外に住むのが怖かったので、大学生になるまでずっと留学できませんでした。海外に行ってから友達ができるかわからないし、帰ってきてからも年下の人たちと仲良くできるかわからなかったからです。そして大学生になってやっと行くことにしました。でも決める前は不安なことがたくさんありました。まず、知り合いが一人もいない場所に1年間住むことへの不安です。2週間ぐらいホームステイをしたことはありましたが、1年間という長い期間は経験したことがありませんでした。何か困ったことがあった時に頼れる人が見つかるのかどうか、ずっと心配していました。それから留学前に中国では英語があまり通じないと聞いていたので、それも不安でした。その時の私は中国語がほとんどわからなかったので、言葉が通じなかったらどうしようと思っていました。さらに中国と日本はニュースで問題が取り上げられることもあるので、日本人が言ったら嫌だと思われるかもしれないと考えていました。今はそのように考える人は少ないと思っていますが、当時は本当に心配していました。でも実際に行ってみると、全部思っていたのと全然違いました。日本が好きな人がたくさんいましたし、私が行った場所は日本人が少ない地域だったので、みんな話しかけてくれたり、遊びに連れて行ってくれたりしました。それですぐに友達ができました。寮のルームメイトも日本人ではなかったので、毎日中国語で話していました。そのおかげで3ヶ月ぐらいで生活に困らないレベルまで中国語が伸びました。行く前は不安なことがたくさんありました。でも実際に行ってみると、私が心配していたことはほとんど起こりませんでした。今振り返ると、あれは全部私の思い込みだったんだなと思います。あの時勇気を出していって本当に良かったです。それにもっと早く言っていれば、もっと早くいろんなことに挑戦できたのにという後悔もあります。もう一つ怖くてなかなか始めることができなかったことがあります。それは新しい仕事を始めた時の話です。大学を卒業した後、会社員として働いていました。でもずっとやってみたいことがありました。だから、いつか会社を辞めて、自分がしたいことを仕事にしたいと思っていました。しかし、会社員でいる間は、毎月給料がもらえます。
生活の心配をしなくていいので、とても安心でした。一方で、自分で仕事を始めたら、収入が安定しないかもしれません。そのことが不安でした。それだけではありません。私は必要な試験に合格しなければならない。もっと経験を積まなければならないと考えていました。もちろん準備は大切です。でも私はまだ足りない。もっと準備しなければと思い続けてしまって、なかなか行動できませんでした。今考えると、本当に準備が足りなかったというより、完璧な状態になってから始めたいと思っていたんだと思います。そんな時に、ある人にこう言われました。後で始める必要がある？今しても、後でしても、結果はあまり変わらないと思う。それなら若いうちに挑戦しておいた方がいいんじゃない？その人は若い頃からいろんなことに挑戦してきた人だったので、その言葉がとても心に残りました。そして私も思い切って始めることを決めました。最初はもちろん仕事も少なくてうまくいかないことばかりでした。本当にこれで良かったのかなと悩む日もたくさんありました。でも、その時に経験したことは、今すべて役に立っています。大変なこともありましたが、後で始めても同じような経験をしていたと思います。だから、早く始めて良かったと思っています。この2つの経験から気づいたことがあります。それは怖いと感じているとき、その怖さのすべてが本当の危険とは限らないということです。中国に行く前の日本人だから嫌われるかもしれないという怖さは実際には違いました。むしろ日本人と友達になりたいという人がたくさんいました。また、自分がしたい仕事を始める前の完璧な準備ができないと失敗するという怖さも違いました。準備は必要ですが、完璧でなくても始めながら学ぶことができます。心理学ではこのようなまだ起きていないことを心配する不安を予期不安と呼ぶそうです。でも難しく考えなくても大丈夫です。簡単に言うと、まだ起きていない失敗を想像して自分で自分を怖がらせてしまうことです。そして問題なのは、行動しない間、その不安がどんどん大きくなってしまうことです。動かないことで、やっぱり怖いと思うようになってしまって、さらに動けなくなります。これが怖くて次に進めない大きな理由だと思います。では、どうすればいいと思いますか？私が経験から学んだことは、完璧な準備ができてから動こうとしないということです。完璧な状態になるのを待っていたら、いつまで経っても始めることができません。ある程度準備ができたら、あとはやりながら学ぶしかありません。失敗することもあると思います。でも、その失敗から学ぶことができます。何もしなければ何も学ぶことができません。今始めても、後で始めても、結果が変わらないなら、早く始めた方がいい。私は今でもこの言葉をよく思い出します。ずっと忘れることができない言葉です。
もちろん準備が必要な場面もあります。ただ、怖くて動けなくなっているときは、一度こう考えてみてください。この怖さは本当に危険だから怖いのかな？それとも私の想像が大きくなっているだけなのかな？そう考えるだけでも少し気持ちが楽になるかもしれません。今日は怖くて次に進めないというテーマで話しました。皆さんもやってみたいけど怖くて始めることができなかったことはありますか？日本語の勉強や日本への留学、日本人との会話など挑戦したいけど不安だと感じていることがあれば、ぜひコメントで教えてください。日本語で自分の気持ちや考えを話す練習をしてみたいという方はオンラインレッスンもしています。話してみたいけど怖いという人はぜひ一度来てみてください。その怖さがなくなるかもしれませんよ。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。